のたまみが成敗してくれましょう。あかねちゃんもたまみちゃんも怖いことを言わないでください。また噛んじゃった。燃えるような紅葉ってことですよね、しずくちゃん。そうですね、かりんちゃん。辺り一面が真っ赤に色づいて素敵な景色ですね。実りの秋でもありますし、私秋が大好きです。この辺りは空気も美味しいですね。ちょっと都会から離れただけでこんなにも違うなんて。お世話になるところもきっと素敵でしょうね。本当ですか、愛子ちゃん。それは楽しみですね。早くたどり着きたい。よーし、全力ダッシュ。たまみもお供しますぞ、あかね殿。ふしゅー。いい建物ですね。なんと言うんでしょうか。フレイ、いい意味で。ほら見てください、たまみちゃん。お庭が広いです。あかね殿の体力はどうなってるんですか。たまみは少し休憩させていただきます。それでプロデューサーさん、今回のお仕事は秋祭りのゲストでしたっけ。いえいえ、偏僻だなんて。のんびりしていて素敵なところです。お世話になります。私たちもお祭りを盛り上げられるように精一杯歌わせてもらいます。歌う曲はフリップフロップですね。今回は5人の力を合わせてハッピーなステージにしましょうね。プロモーション映像、それはこの村の PV ということでしょうか。なるほど、私たちがこの村の秋をアピールするわけですね。お芋を持ってコメント、それだけですか。本当にいいところってそこだけなんでしょうか。あかね殿、ダメです。それではダメです。そこに燃える心はありません。私たちが燃えていなければ見る人も燃えません。私もそう思います。私たちが映ってるだけでいいなんて、それじゃあこの村の PV じゃなくなっちゃいますし。ないならば見つけてみせよう。いいところ、いいところ探し、たまみはいくらでもお手伝いします。それ楽しそうですね。知ら
られていない名産や絶景がどこかに待っているかもしれませんよ。あ、そうですよね。プロデューサーさん、すいません。私たち勝手にお話を進めてしまって。ありがとうございます。ライブに向けての練習と村の秋の PV 撮影楽しい合宿になりそうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば今回は PV 撮影だから監督になる人がいるんじゃないでしょうか。監督、練習方針や作戦を決める重要な役目ですね。あかねちゃん、そっちの監督じゃなくて、ビデオとかカメラとか得意な人がいいんでしょうか。だったら愛子ちゃんとか。私？みんなが良ければやってみようかな。簡単なカメラくらいしか使ったことないですけど。私は大賛成です。愛子ちゃんが私たちを導いてくれるならばハッピーな映像になること間違いなしです。はい、愛子殿の優しくゆるふわな雰囲気ぴったりだと思います。はい、みんなでお手伝いしましょう。私もご迷惑をかけないように頑張りましょう。では愛子監督、掛け声を。はい、みんなで秋を目いっぱい楽しんで見てる人も楽しくなっちゃうようなそんな PV を作りましょうね。頑張るぞー。ちゃんは秋と言ったら何を思い浮かべます？そうですね、私はやっぱり紅葉の秋です。真っ赤に色づいたもみじなんかは神社でもよく見る景色ですし、秋はもみじ狩りが楽しいって言いますからね。でも動かないもみじを狩るというのは面白いんですかね。もっとこうイノシシ狩りとかの方が。あかねちゃん、もみじ狩りっていうのは紅葉を見て楽しむことを言うんですよ。あ、でもあながち間違いじゃないかもしれません。私、秋のお掃除が好きでいっぱいもみじを集めると達成感がありますから。確かにそうかも。こんなに積もった落ち葉を集めるのはなんだか楽しそう。はい、これからお庭のお掃除だからちょうどいいですね。ほうきを使ったお掃除なんて久しぶりだからワクワクしちゃいます。では私もお手伝いしましょう。かりんちゃん、ほうきを。はい、落ち葉は私が刈り尽くします。うおー、バサ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 。あかねちゃん、そんなにしたら余計に散らかっちゃいますよ。それにあんまり強くすると土まで取れちゃいますから、こうやってサン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 って撫でるみたいに優しくするといいんですよ。おーおー、みるみる落ち葉が集まっていきます。なんという技術。これが
大和なでしこのパワー。そんなことは実家にいた頃は私が掃き掃除の係だったから慣れてるだけかも。かりんちゃんのご実家は神社なんですもんね。はい、秋になると紅葉が綺麗な場所なんですよ。それが目当てに参拝にいらっしゃる方も多くって。そうだ、せっかくだから紅葉も PV に入れちゃいませんか？赤く染まった木々を見てるだけで秋って感じしますから。都会にいては見られない風景ですからね。でもこんなに綺麗な自然に囲まれているのに村の人は気づいていないんでしょうか？住んでる人たちにとってはありふれた光景だからかな。あえて映すほどのことでもないって思っちゃうのかも。それに秋で紅葉なんて誰でも思いつきますよね。すいません、大したアイディアじゃなくて。かりんちゃん、そんなことないよ。綺麗なものを見つけられるのは心が綺麗な証だから。愛子ちゃん、ありがとうございます。よし、お掃除係としても貢献できるように精一杯頑張ります。えいえいえい。ああ、そんなに急いで掃除をしたらこけちゃいました。掃除さえも満足にできないなんて。ドジでのろまなかりんのバカ。かりんちゃん、怪我はないですか？はい、落ち葉がクッションになってくれて。落ち葉。私、いいこと思いつきました。プロデューサーさん、いいところに。さこっちですよ。日野茜、お先に失礼します。ダイブバサバサ。落ち葉のベッドです。ただ紅葉を撮るだけじゃなくって、ここにみんなが寝転んでたら楽しいだろうなって。私のドジもたまにはお役に立てたでしょうか。せっかくだからみんなで寝てみましょう。よかったらプロデューサーさんもご一緒に。秋と言ったらですが、私にとってはやっぱり牛乳の秋です。おお、牛乳ですか。たまみは一年中毎朝おいしく飲んでますよ。たまみちゃん、素晴らしいです。これからもいっぱい牛乳を飲んでくださいね。毎朝の牛乳でいつかたまみも雫殿のように。私みたいに？いえいえ、何でもありませんよ。秋は旬の食べ物が多いですけど、牛乳も秋が美味しくなるのかな。そうですね。秋は涼しくなって過ごしやすいですよね。それから食べ物も美味しい季節です。牛さんが元気に美味しいご飯をいっぱい食べる時期だから、冬に向けて牛乳も美味しくなるんですよ。そうなんですね。秋はみんなが幸せになる季節ですね。牛さんも美味しい牛乳をもらう私
私たちも。さすが雫殿。及川牧場の娘の名は伊達じゃないですね。牛乳のことにかけては右に出る者はいないほど。ありがとうございます。というわけで今日は近くの酪農家さんから分けていただいた新鮮な牛乳を用意してもらっちゃいました。どうぞ。おお、これはこれは。ではありがたくいただきます。うわコクと甘みが豊かでとっても美味しいですね。本当に美味しい。やっぱり土地によっても牛乳の味は違うものなんですか？はい、土地だけじゃなく気候やお水、食べ物、過ごし方、いろんな要素で変わってきますね。一番大切なのは牛さんが健康で快適に過ごせるかどうかでしょうか。健全な精神は健全な肉体に。美味しい牛乳は健康な牛さんからというわけですね。なるほど。きっとこの牛乳を作ってくれた牛さんはとっても大切にされているんだろうなって思います。牛さんは住む場所や生き方は選べませんよね。だからこそ牛さんに美味しい牛乳を作ってもらえるように元気にのびのびしていてもらいたいって思うんです。しずくちゃん、とっても優しいんですね。牛さんのことをそんなに考えて。いえいえ、牛さんの理想の環境のためにはお金がいっぱいかかります。時には現実的にならないといけないことだって。だから設備とかお商売とかいろいろなところで工夫して素敵な牧場にしようと頑張っている生産者さんのことは応援してあげたいと思うんです。うわー、しずく殿は立派です。心が大きい。たまみも微力ながらたくさん飲んで応援します。私も応援します。それにせっかくだからその牧場に行ってみませんか？こんなに美味しい牛乳をいただいたお礼も兼ねて。監督、いいんですか？行きましょう行きましょう。牧場で牛さんと一緒に PV 撮影ですね。とっても楽しみです秋といえばもちろんスポーツの秋です。さあみんなで秋のスポーツレジャーに出かけましょう。はいあれ、でもこの辺りにレジャー施設なんて。何を言ってるんですか。見渡す限りの山、そして森。特訓にはうってつけのロケーションじゃないですか。特訓？レジャーじゃなかったんですか？かりんちゃん、何事も強くなるのは楽しいことです。つまり特訓もまたレジャー。これぞ完璧なスポーツ理論です。今の完璧ですか？体育会系の人ってすごい。でも野山を駆け回るだけでとっても楽しい気分になれちゃいますから。あかねちゃんと一緒に走って
ってみましょしずくちゃんまで。でも私。さあみんなで美しい自然を駆け抜けましょう。いきますよ。うおーもうやっぱり転んじゃいました。大丈夫ですか、かりんちゃん。さあ手を取って。ありがとうございます。さあ気を取り直してもう一度行きましょう。うおーもうまた。踏みとどまってかりんちゃん。やっぱダメです。やっぱり私ダメな子。私にはスポーツの秋を楽しむことなんてできないんです。かりんちゃん、泣かないでください。はい、立てますか。ありがとうございます。でも私ここで見守ってますから。お二人はスポーツの秋を。何を言っているんですか、かりんちゃん。私たちはチームです。全員で一丸となって頑張るんですよ。100回転んだっていいんです。でもその代わり101回立ち上がりましょう。私も手ならばいくらでも貸します。片手で取りなければ両手を。あかねちゃんの言う通りです。のんびりしてる牛さんも群れになると力強く走るんです。きっと私たちも一緒に走れば強くなれるはずです。あかねちゃん、しずくちゃん、こんなドジな私を見捨てないでいてくれるんですか。親にも友達にもお手上げされたドジの私を。もちろんです。わかりました。私も二人と一緒に走りたいです。燃えてきましたね、かりんちゃん。さあ行きましょう。この山の彼方まで。晩ご飯までには帰りましょうね。はい、それではかりん行きます。うわあでもまだまだ。その意気ですよ、かりんちゃん。秋といえばやっぱり食欲の秋です。腹が減っては戦はできぬというわけで名産のさつまいもをいただいてきましたよ。わパチパチパチ。かりん殿が集めてくれた落ち葉もあることですし、焚き火で焼き芋と参りましょう。きっと季節感のある映像になること間違いなし。はあ、落ち葉で焚き火って私やったことないです。楽しみです。けど危ないから私は少し離れて見てますね。じゃあ火起こしからですね。私準備してきます。はーい、
火がつきましたよ。まだまだ落ち葉はありますから、足りなかったら言ってくださいね。おお、しずく殿、さすがの手際です。では早速お芋を焼きましょう。いざ。あ、たまみちゃん待ってください。燃えているところに芋を入れても焦げちゃいます。置き火にしてから焼きましょう。置き火とは？灰になってうっすら火がついている状態ですかね。しずくちゃん詳しいんですね。アウトドアは得意なんですよ。さあ、たまみちゃん、焦らずのんびりやりましょう。芋をホイルに包んで灰の中に入れてと。はい、あとは待つだけですよ。なんだか想像していた焼き芋とイメージが違いますな。どれくらいで焼けるんですか？1時間くらいですね。1時間！そんなにかかるのですか。それだけあればお庭もだいぶ綺麗になりそうです。私、あっちの方を掃除してきます。ともみちゃん、どうしたの？難しい顔して。なんというか地味というか、もっとこう燃え盛る炎、焼ける芋みたいに動きのある感じにならないものでしょうか。とは言ってもどうしましょう。よし、焼き芋を待つ間にたまみ流の焼き芋にチャレンジしたく。しずく殿、かりん殿、ご協力を。はいわかりました。とりあえずやってみましょう。ご覧あれ、これぞたまみ流必殺脇山一刀流焼き芋の構え。シャキーン。たまみちゃん、かっこいいです。楽しそうでよかったです。いただきます。硬い。こっちは中までホクホクで美味しいです。お芋はじっくり火を通してあげるとホクホク甘くなってくれるんですよ。所詮我流の付け焼き場ではダメだったか。たまみちゃん、焼き芋は美味しくなるまでじっと見守ってあげることが大事なんですよ。なんということ。たまみは焼き芋の真髄を理解していませんでした。見栄えばかりこだわって、なんという未熟者。たまみちゃんが焼いてたものももう一度火を通せば食べられますから。再挑戦しませんか？落ち葉はまだまだあります。たまみちゃん、失敗しても次で成功すればいいんですよ。お二人ともありがとうございます。改めてよろしくお願いいたします。秋といえば写真の秋。この季節は素敵なものがいっぱいで、お散歩してるだけで撮りたいものがたくさん見つかりますね。愛子ちゃん、これはどうですか？ス
スピード感あふれる写真が撮れましたよ。これはブレちゃってるかも。あれダメですか。写真って難しいですね。シャッターチャンスを逃さないようにと思うとつい力んでしまって。そんなに慌てなくても。あの木に止まってる鳥、いただきです。それあかねちゃん、そんなに大きな声出すと逃げられました。しょぼん。愛子ちゃん、何か写真のコツとかないんですか？私も上手なわけじゃないから技術的なアドバイスはできないけど、写真を撮ること自体を目的にしないことかな。写真を撮ること自体を目的にしないこととはお散歩するとね、いろんなものに出会うよね。お昼寝してる猫とか、綺麗に咲いた花、空にかかる虹、見つけたらなんだか幸せな気持ちになれるもの。おお、そういえば愛子ちゃんの写真はどれもほっこりしますよね。らしさがにじみ出てる感じがします。そうかなそう言ってもらえると嬉しいな。もともと写真が趣味だったわけじゃないんだけど、お散歩して見つけた幸せを誰かにもお裾分けしたいと思って写真を撮るようになったの。だから写真を撮るのが目的じゃなくて、自分が幸せを感じるものに出会えればいいんじゃないかな。私はそう思ってお散歩しているよ。なるほど。でも今日は PV 用の素材を撮影に来たんだから、撮れなかったら困っちゃいますねその時は出会えるまでお散歩を続けましょう。なるほど。いやー、愛子ちゃんの精神力尊敬します。私が足を引っ張ってしまって申し訳ない。いえいえ、だってこうやってあかねちゃんとおしゃべりしながらお散歩してるだけでとっても楽しいから。愛子ちゃんさあ、あかねちゃんもたまにはのんびり歩いて幸せを探しに行こうなんて今幸せ感じたかもしれません。ここだ。愛子殿、あかね殿、焼き芋ができましたよ。あ、たまみちゃんいい匂いがします。ふっふっふ、たまみが仕込んだ芋もそろそろ焼き上がる頃かと。ぜひお二人にも味わっていただきたい。わあ、楽しみです。それじゃあみんなのところに戻りましょうか。それでお二人はどうでした？写真撮影の方は順調でしたか？ふっふっふ、幸せ感じる写真バッチリ撮れましたよ。もうあかねちゃんたら。愛子殿、何か問題でも？たまみちゃん、これを見てください。私の最高傑作ですよ。これはブレてますね。鳥？これじゃなくてこっちです。これは愛子殿。素敵な笑顔ですね。でもこれがこの村の秋のいいところと関係が？この笑顔はですね、
この村の秋を満喫する愛子ちゃんの笑顔なんです。この笑顔がここの良さの証拠なんですよ。もう恥ずかしいからやめてって言ってるのに聞いてくれなくて、ちゃんと景色も自然も私の方で撮ってるからね。いやいや、この笑顔が何よりのお宝写真。そうだ、みんなに見せてこよう。みおちゃんにも送って、あとはプロデューサーにも。あかねちゃんダメ、恥ずかしいから。いやいや、幸せのお裾分けですよ。愛子ちゃんの教えですからね。もうじゃあお返しに写真がうまく撮れなくてしょんぼりしているあかねちゃんの写真シェアしちゃおう。愛子ちゃん、それはなんだか楽しそうでいいですね。ぜひたまみの写真も撮っていただきたい。もちろん、せっかくだからみんなで記念撮影もしちゃいましょう。賛成です。愛子ちゃん、さっきの私の写真は？あれはシェア決定です。そんな秋祭りライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここまでみんなで過ごした時間、幸せいっぱいでしたね。みんなにもそれが伝わってたらいいな。はい、素敵な自然に素敵な仲間。もっとこの時間を楽しみたかったですけど。終わりがあるから美しい優秀の美を語れたのではないでしょうか。はい、お祭りは終わっちゃいましたけど、思い出はずっと続きますから。思えば私はお散歩したり写真を撮ったり、私にとってはいつも通りに自分のペースで過ごしていただけのような気がしますけど。確かに。でも私はいつもと違う場所で新鮮な気分で走れました。それにカメラもちゃんと撮れるようになりましたしカメラ仲間が増えて嬉しいです。また一緒にお散歩行きましょうね。もちろんです。私は牛乳をたっぷりいただいて幸せでした。牛乳の良さがみんなに少しでも伝わっていたなら嬉しいです。今回しずく殿の知識では感服しました。牛乳だけではなく焼き芋の作り方まで精通しているとは。お役に立てて何よりです。焼き芋美味しかったですね。はい、自分たちで焼いたからかさらに美味しく感じました。たまみはアイドルとしての心構えをまさか焼き芋から学ぶことになるとは思いませんでした。でも見かけや見栄えだけではなく心をもっと大事にしていきたいと思います。私は久しぶりにいっぱい落ち葉掃除をしました。
なんだか充実感があります。みんなともいっぱい楽しめましたし、落ち葉のベッドふわふわで気持ちよかったですね。はい、爆睡でした。それにみんなのおかげで私少し成長できた気がします。転んでもみんなが助けてくれるから、転ぶのがちょっとだけ怖くなくなりました。100回転んだ成果が出ましたね、かりんちゃん。100回。かりんちゃんのすごいところは何度転んでも怪我をしないところですね。神様に守られてるのかもしれませんね。でも転ぶのもドジ神様のせいと言っていましたし、もうそんな時間ですか？名残惜しいですけど、私たちのホームに帰りましょう。はい、帰っても毎日を目いっぱい楽しんで素敵なものに出会いたいですね。きっと出会えますよ。新しいお仕事や新しいユニット、新しいドラマがこれからも待っているはずですから。たまみもいろんなものに触れて、いろんな人のお話を聞いて、心も体ももっと大きい人間になりたいです。はい、自分一人では大変なことも誰かと一緒だったら乗り越えられますから。かりんちゃん、次は噛まないような特訓ですね。例えば下の筋肉のトレーニングとか。また過酷な特訓だ。それは一体どのような訓練内容なんでしょう？下でこうダンベルを。危険極まりない。じゃあそろそろ行きましょうか。本当にお世話になりました。きっとまた遊びに来ますね。私たちの幸せな思い出と時間が詰まったこの場所に